ティーチングプロの竹内美子です。今日のテーマはグリップです。体とクラブをつなぐ唯一の接点になります。結構悩んでる方、持ち方わからない方、いらっしゃいますので、お役に立てる情報を、お届けできたらいいかなと思ってます。はい、じゃあ今日のレッスン始まるよ。本当にわからないからインクでね生徒さんに書いてたのを、グリップ吸盤のようにキュッと手のひらと手のひらの面をこう合わせるような感じにします。強さが結構皆さん持ちすぎてる。じゃあ今日はグリップについてお話しさせていただきます。グリップはいろんな握り方があるので、こうでなければならないとかいうことは正直ないです。でグリップのモデルグリップとかこう手の形がついたようなものですね、市販の練習のところに、練習器具のところにこういうふうな、指の形がこうついたもの、どこに親指当てて持っていいですよっていうこういうのがあるので、わからない方、初心者の方とかはねこういうのを利用されて指の位置とか覚えるのもいいと思います。で長くゴルフをやってられる方も本当にこれでうまくもう握れてるのかなとかね、改めてグリップ見直す方結構いらっしゃいます。でそういう方にもいろいろと、グリップ一言といっても何をするかによって、例えば今からドライバーを振りますっていうのと、パターをしますっていうのと、バンカーショットしますっていうのと、ランニングアプローチしますっていうので、微妙に正直違います。でもゴルフ初めての方にそんなことややこしいことを言っても、とりあえずもういっぱい覚えることがあって大変なので、シンプルにですね、私が初心者の人とか教室に来てくださる方とかに最初グローブに書きました、インクで。もうこことこういうふうにグローブを、持ったら考えなくてもねグリップがもうできるようにって書いたんで、ってことで線と点を書いた、私のねシングルナインっていうグローブです。はい、こんな感じでシングルナイン、誰でもシングルを目指して憧れてるねシングルさんになりたい、ハンディキャップ片手以下になりたい、そこを目指して頑張ります。シングルナイン、そういうネーミングですね。そしてこの、グローブは最初右手左手どういうふうに合わせたらいいの、どことどこに力入れたらいいのっていうのが本当にわからないから、インクでね生徒さんに書いてたのを、ちょっと製品化していただいたものです。でこういうふうにグローブに実際線が書いてます。でこれ通りにしなくていいんですけど、一つの目安になればいいかなと思ってます。結構生徒さんにはね好評いただいてます。興味ある方はまた概要欄にねリンク貼ってますので見てください。でまず持ち方ですよね。どういうふうに手に対してグリップを持っていったらいいのかって、まずそこから話します。で一番簡単なのはこういうふうにまっすぐ気をつけしてもらって、この自分の体の横でもうバッグを持つようにですね、なんかカバンを持つような感じで手をだらんとします。でそこにクラブをねこういうふうに横に持ってもらって、ヘッドを前にしてもらって、こんな感じですね。でバッグを持つようにだらんとした手でこのクラブをこう引っ掛けます。この端っこはちょっと余るぐらいですね。あまり、いっぱいいっぱい持たない方がいいです。ちょっと手のこの端っこから1センチ以上余るぐらい、ここにこうやってグリップ線がね入ってるので、これがしっかり見えるぐらい1センチぐらい短く持ちます。そしてこのヘッドが地面から、このシャフトがね平行になるぐらいまで上げられる、上げやすい、トン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 と上げやすい。でこの時にヘッドを上げるのに手でこういうふうにねこういうふうに持ち上げずに、手はだらーんとしたままでグリップの位置をあんまり変えずにトントントンと、これをやりやすい、握り方、適当でいいです。持ってきます。でトンと上がったところで、自分の顔の前にこういうふうにねクラブを右手でちょっと重たいので支えてパーにしてみると、こういうふうにだいたい小指から人差し指のあたりに手のひらの斜めに横断するようにこういうふうにシャフトが来ることがほとんどです。でパッとどけてみると線がありますね。だいたいほとんどの方はこの辺に来るよってことです。この
手のひらの方にね来やすい方とか、もうちょっとこう直角に持ちたいよっていう人もおられますので、これは個人差ありますが、これは目安、あくまで目安です。そしてここで引っ掛けた感覚ですね。この左手でこう下から引っ掛けたようなクラブを持ち上げるような感覚で持ってもらって、そしてこの指ですね、この黒点書いてますが、これ爪の裏、吸盤みたいなイメージをしてください。この爪の裏でグリップ、吸盤のようにキュッとここ爪押さえます。ここがボランとこういうふうにね遊ばないように、ここ隙間ができるのを嫌がって、しっかりここ隙間をないように握ってしまうと、この指がこういうふうに浮きますので、こうじゃなくて手のひらちょっとぐらい隙間あってもいいので、爪の裏でしっかりグリップをねこう挟みます。吸盤みたいなこういう感じですね。だから指左手、伸ばして指をこうキュッと鍵状にするようなこんな感じですね。これをグーにしてこういうふうに握ってしまわない、グーにならない、げんこつにならない方がいいってことです。まっすぐ伸ばして指だけ引っ掛けます。そうすると今言ったようなこの吸盤、爪の裏がピタッとクラブを挟むことができます。挟めたらこれ右手離してもクラブ持ってられるのでね、そんなに全然握り込んでません。引っ掛けてるだけです。はい、そして親指は、ここ点々がありますが、ちょっとここ挟むようにしてくれはるといいですね。あんまりここ、開けて持つ人もいます。絶対ダメとは言わないけど、ちょっと挟む方がいいかなっておすすめしてます。これが左手です。で左手ができたら、だいたいこの自分から見た時に中指握り中指と握り、人差し指ですね中指人差し指、この2つの握り拳が自分から見えるぐらいっていうのが一応標準的、ニュートラルグリップと呼んでます。標準的ね。でこの親指と人差し指のこの線ですね、この縫い目ありますよね、グローブのこの縫い目が自分の右首から右肩ぐらいの方向を指しているというのが一応目安です。ね、これが左手の目安です。でこれ以上こうかぶってくると、フックグリップと呼ばれてますが、握り拳が1個2個3個見えたり、そうするとこの縫い目が自分の右肩よりももっと右を向いたりですね、もう手のひらがほぼ見えるぐらい自分から、これがフックグリップ、あるいは逆に見えなくなってしまうウィークグリップとなると、この縫い目が自分の左の肩、この握り拳が1個も見えなくなります、自分からね。なので、ちょっとこうフックグリップにするとフェースが返りやすいので、ボールをこう左へね、フェースが返って左へこう飛ばしやすい。そしてウィークグリップにすると逆にフェースがこう開きやすいので、右にボールがスライス飛びやすいとかいうふうな特徴があります。で自分の打ってるボールに合わせてこのグリップというのは多少調整していってもいいと思いますが、基本的にはご自身がだらーんとしたこの手で、クラブをトントントンとこう、縦の動きでねヘッドを上げた状態で持つっていうのが一番、クラブを扱いやすいということですね。これが左手になります。そして右手ですね。右手はこの左手の親指に対して真横から持ちます。このクラブはだいたいグリップにこういうふうに印が入っていたり、何かマークがありますが、これが自分の方正面に向くようにね持ってもらいます。そして真横から、合わせます。でちょっとクラブをなくしますと、左手右手この親指と右手のこの生命線あたりですね、ここが合うように手のひらと手のひらの面をこう合わせるような感じにします。で親指がこの生命線にすっぽりね、こう右手ちょっとこういうふうに手のひらを折ってもらうと、ここに、くぼみができますよね。ここに親指が収まるようにすると一体感が出ます。でこれもご自身のこの手の大きさとかで、親指の位置とか離して構えるタイプと、結構しっかりこう親指を中まで入れてしまう、これはもういろいろ自分で試してみたらいいと思います。とりあえず面が合ってるというのが大事ですね。はい、それでグリップをもう一回持ってきますと親指合いました。はい、そしてくぼみに入った感じです。はい、そして右手やはり、指をねこう巻きつけるように、右手もそうです。げんこつにしないで指を第一関節第二関節こういうふうに曲げるようなこんな感じですね。
パーにしてちょっと指を反らす。そして、指先から引っ掛けるようにして持つ。こういう形をまず、持ち方わからない人は手だけでさっきやってみてください。そしてこの引っ掛けた状態で合わすっていう形ですね。そうするとやはり中指薬指この丸のところ爪の裏が吸盤のようにグリップにピタッと引っかかります。小指は乗せてもらっても左のね人差し指に乗せてもらっても引っ掛けてもらってもグリップに置いといてもらっても自由です。自分で、やりやすいところでいいです。右手のこの小指の位置ですね。で、多くはこの人差し指のところにちょっと小指乗っけといてもらうことをおすすめしてます。基本的にはねおすすめしてます。そして人差し指ですね、最後にピンと伸ばした人差し指は鍵状にこうフック引っ掛けるようにねフック引っ掛ける感じで最後は、クラブにこう引っ掛けます。だから右の人差し指とこの、右の親指とでこういうふうに鍵状に輪っかを作るようにねしてこの輪っかの中にシャフトが収まるような感じこんな感じになります。はい、そうすると右のこの親指人差し指のこの縫い目ここですね線とさっきの左とこれが両方こう平行なこっちとこっちがね平行になるようにだいたい右肩から右首筋の方に向くっていうのが、ニュートラルですね。標準的なグリップでさっきフックっていうのはこういうふうにたくさん握り拳見ますよって言ったらフックの人は右手もこういうふうにちょっと面が合うのでこういうふうにちょっと手のひらが見えがちなこういう、持ち方になります。こう持ってしまうとやっぱり実際振った時こう返っていきやすい手首がこう返りやすいので、フェースが閉じやすい、左にこうねフェースが向きやすい左にボールが行きやすくなるし逆にウィークこういうふうに握り拳が見えないように持つと右手が逆にそれに合ってくるとこういうふうにかぶってくるので、実際打つ時にはフェースがこう開きやすいボールが右にちょっと、フェースが開きやすいね行きやすくなります。だからこの握り拳2つこの線が右肩を向いているっていう形ですね。まずこれで、持っていきます。で握り方、この持った時にですね確認の方法ですがさっき地面からヘッド上げますって言ったこの縦の動きですね。トントントンと、剣道の面のような縦の動きがしやすいかなっていうのと、右にこうくるん円を描きやすいかな、ね、手首を安定させて、お家なんかでね電気とか割らないように気をつけてほしいんですけどそういう時はちょっと短く持ってて結構です。円が描きやすい両手の一体感があって、描ける。でもこのさっき言った吸盤の位置ですね指のこの引っ掛けたところがずれてないぐるぐるずれるのは緩すぎます。で硬すぎると円描けません。硬すぎる強く持ちすぎるとこれもやりにくいですよね。縦の動きも円もやりにくい。であるいは右から左にこういうふうに、倒す時にもあんまりきつく持ってるとやっぱやりにくいです。で形はだいたいこんな形なんですが強さですね強さが結構皆さん持ちすぎてる硬くね持ちすぎてるでヘッドが走らない。きつく持ってるので手首の動きがしにくくてヘッドの動きが悪くて肘痛める首痛める肩痛めるとかね怪我の原因にもなったりするのでグリップきつく持ってる方も私の知ってる限りでは8割9割ほぼほぼめちゃくちゃ多いです。でちょっとチェック法ね一回自己自身でクラブを持ってみてください。はい、こんな形ですね。だいたいおへその前ぐらいにグリップをでヘッドはご自身の目のあたりこういうふうに上げます。で、ここで目いっぱいきつくめちゃくちゃきつく持ちます。もうこれで自分が、握れないぐらいそれを10としますね10で、全く持たないの0だと落ちます当然で10から10、9、8、7っていうふうに、数字を減らしていくごとに緩めていきます自分なりに。そして、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1ってで0で落ちる。で、きつく持って自分なりに数字を減らして19876543ぐらいとかでこういう動きをやってみるんですね。
私は3ぐらいでやった方が縦の動き回す動きがやりやすいです。でさっきちょっと一番最初に言いましたが、何をするか、どういうショットをするかですよね。例えば今からドライバー落ちますって言うと、もうちょっと緩めます。多分1か2ぐらい私でね、ヘッドを走らせたいのできつく持たない。あるいは今からじゃあ、ランニングアプローチしますって言うと、ちょっと手首の角度変えたくないのでちょっとしっかり持ちたい。そうするとちょっと4ぐらいっていう感じになります。ちょっときつく持ちます。あるいは、バンカーショットしますって言ったら、バンカーってこうヘッドをやっぱり動かしたいのでほとんど持たないんですね。もうさっき言った引っ掛けてる感覚だけ、極端に言うと左の小指とこの右の人差し指もう引っ掛けてるだけみたいな感覚、もう 0.5 ぐらいの感じです。でヘッドをこう動かす、でもずれないっていう感じね。でそういうふうに何のショットをするか、どういうショットをするかによってプレッシャー、握りの強さっていうのはちょっと変えていくので、そこは上級者の方なんかね、ご自身でやってもらうと思ってるようなこう弾道が打てたり、打ち分け、高い低い、球の打ち分けとか、思ってるようなこうスピンコントロールができたりで、初心者の方は、形をとりあえず覚えてもらって、でこの縦の動き、円の動きがやりやすいような感じで、たまには10から持って、最初は5ぐらいで、このヘッドの動きがやりやすいようにっていうのを、自分のねいいグリッププレッシャー握り方と、それからこの手の位置ですよね。ちょっとかぶした方が自分の必要なこう弾道が得やすいのか、クラブが振りやすいのかとかいうのをいろいろちょっと試してみていただいて、ご自身に合ったグリップ、あるいは目的に合ったね、どういう球を打ちたいかっていうのに必要なグリップっていうのを探していただいたらいいかなと思います。是非お試しください。今日のレッスンいかがでしたか？今日はご自身の体と道具をつなぐ唯一の接点、グリップについてお話ししました。いろいろ盛りだくさんでしたが、役に立ったな、いいなと思った方はチャンネル登録、そしていいねボタンをよろしくお願いします。そしてグローブ興味ある方は概要欄に貼ってますので宣伝してます。よろしくお願いします。はい、グリップね、いろいろちょっと試してみて、遊び心でやってみてください。思うような弾道が出て、ゴルフがねますます楽しくなって、怪我しなくなるかもしれないのでね、肘とか肩痛めてる方はちょっとグリップ緩めてみて、柔らかくヘッドが使えるようにやってみてくださいね。はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。